発じゃ。またしても為政者どもは我々国民を舐めきった判断をしおったわ。お主ら、今まさにこの国の地方政治の土台が静かに腐り始めていることに気づいておるかの。このニュース、ただの男女の色恋沙汰と聞き流すでないぞ。これは、お主ら自身の税金と市政の信頼に突き刺さる鋭い刃なのじゃ。今日の主役は、群馬県甘山市の市長、小川明氏じゃ。既婚者の男性職員と連日ホテルで会っていたと報じられ、その釈明会見が開かれたわい。今日はこの問題について、なぜこんな馬鹿げた言い訳がまかり通ると思っておるのか、その根っこにある病巣をわしが徹底的に解説してやろうぞ。今日の話はこのような流れで進めるぞ。まずは事件の概要、次に巷の怒りの声、そしてわしの見解、最後にこの問題が示すより大きな病巣についてじゃ。一つ一つじっくりと区分けしていくからの。心して聞くがよいぞ。さて、まずは落ち着いて事の起こりを聞くがよい。インターネットのニュースサイトが小川市長と既婚の男性職員のホテル密会を報じたのが発端じゃ。報道を受け、小川市長は夜に緊急の記者会見を開いた。そこで自身の口からこう述べたのじゃ。私が特定の職員と複数回ホテルに行ったことは間違いがありませんとな。潔く認めたか、と思いきや、その下の根も乾かぬうちにこう続けた。男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています、じゃと。なんと、ホテルには10回以上も行ったと認めた。じゃが、その目的は、周囲を気にせず話ができる場所で公私にわたる相談に乗ってもらっていた、という、にわかには信じがたいものじゃった。表向きは、国民のため、ならぬ相談のため、と美辞麗句を並べておるが、その本質はの、要するに、二人きりで密室にいたかった。ただそれだけじゃ。ふざけた話であろう。さらに、待ち合わせ場所までの移動に、あろうことか公用車を使ったこともあると認めた。ホテルの代金は私費で支払ったと説明しておるが、公用車の使用は明らかな公私混同じゃ。そして、最も市民の怒りを買ったのがこれじゃ。群馬県内に記録的短時間大雨情報が出ていた。まさにその時にもホテルに滞在しておったというのじゃ。これに対し市長は、当時、警報は出ておらず連絡が取れるような体制にあり問題はないと考えていた、と釈明した。市民の安全を守るべき市長が災害の危機的状況で何を考えておるのか。危機管理意識のかけらもないわ。これだけのことをしでかしておきながら、今後の進退については、弁護士など第三者と相談しながら考えたい、とのことじゃ。自らの判断もできぬのか。これもまた、責任逃れにしか聞こえんの。わし一人が騒いでおるわけではないぞ。ネットの海を覗いてみれば、案の定、根の怒りと嘆き、そして呆れの声が渦巻いておるわ。最も多い声は、やはりこれじゃ。周囲を気にせず話せる環境とは、市長室や応接室、会議室のことではないのか。全くもってその通りじゃ。いやいや、ウェブミーティングでも十分できますよね、という指摘もある。このご時世、オンラインで話せぬ相談事など、そうそうあるものではないからの。本当に公務であるなら、会場の使用料は経費として領収書を取得し生産すべき。私的に払った時点で、それは私的な会合だと自ら証明しているようなものだ、という鋭い意見もあったわい。そうじゃ。まっとうな理由での交流ならば、ホテルの個室などという、あらぬ疑いを招く場所を選ぶはずがない。ホテルのロビーや喫茶店ならまだしもっちゃ。下心がない限り、そんな発想は出てこんわ。仮に100歩譲って不適切な関係がなかったとしても、ホテルで部下と二人きりになるだけで重大なセクハラ事案。管理職であれば責任は免れない、との声もある。まさにその通りじゃ。そして、
何よりも忘れられがちな視点がこれじゃ。男性職員の奥さんがどんな感情を抱くことになるか考えられなかった時点で人の上に立つ素質はない。人の心に対する配慮が全くできておらんのじゃ。42歳にもなって子供みたいな言い訳を全国民が見られるメディアの前で言えるメンタルがすごいという皮肉なコメントもあった。もはや悪いことをしているという認識すらないのかもしれんの。中には下半身の交わりにより死のことを話し合う新しいコミュニケーションの取り方なのでしょうね、などと痛烈な皮肉を飛ばす者もおった。市民の怒りと侮蔑がひしひしと伝わってくるわい。いいか、よく聞け。男女の関係があったかなかったか、それは当人たちの問題じゃ。この問題の本当の根っこはな、そんな低次元の話ではない。市長という公人としての資質、そのものにあるのじゃ。まず第一に、この言い訳は市民の知性に対する侮辱じゃ。小川市長は弁護士資格を持つそうじゃな。法律の専門家が、この言い訳で世間が納得すると本気で考えたというのか。弁護士であれば、民事裁判において、既婚者が配偶者以外とホテルの個室に出入りした証拠があれば、それは不貞行為と認定される有力な証拠となることを誰よりも知っておるはずじゃ。つまり、男女の関係はなかったという主張は、裁判で争うためのただの法律論に過ぎん。市民が求めておるのは、そんな言葉遊びではなく、倫理観に基づいた誠実な説明なのじゃ。それを全く理解しておらん。この程度の言い訳で乗り切れると高をくくっているのだとしたら、それは市民を完全に見下している証拠じゃ。わしに言わせれば、この傲慢さこそが最大の問題点よ。次に、危機管理能力の欠如じゃ。そもそも、公人が疑われるような行動を軽々しく取ること自体が、脇が甘いというレベルを通り越しておる。そして、災害情報が出ている際にホテルにいたという事実。これは弁解のしょうがない大失態じゃ。連絡が取れるから問題ないのではない。市民が不安の中にいるときに、市長がどこで何をしていたのか、その姿勢が問われておるのじゃ。ことが発覚した後の対応も最悪じゃった。第三者に相談して進退を決める。笑わせるでないわ。自らの責任の取り方を他人に委ねるトップがどこにおるか。これはリーダーシップの完全な放棄じゃ。権力という甘い蜜を吸いすぎると人は格も愚かになるものか。昔の殿様と何が違うというのじゃ。いやはや嘆かわしい限りよ。そしてこの話、ここで終わりではないぞ。これは前橋市だけの問題ではなく、現代日本の政治全体に救う根深い病の現れなのじゃ。コメントにもあった通りじゃ。一般国民は会社で厳しいコンプライアンスを守り、高い税金を納め、社会のルールの中で必死に生きておる。その一方で、税金で報酬を得る政治家たちはどうじゃ。国会議員は裏金を作り、秘書がやったと言い逃れ、ある首相は学歴詐称の責任を議会に押し付ける。そして今回のこの一件じゃ。この断絶、この乖離は何なのじゃ。彼らは我々国民が忘れっぽいことを知っておる。どうせ次の選挙までには忘れているだろうと高をくくっておるのじゃ。この判断に至るまで一体どれだけの人間愛を唱えなかったのか。わしに言わせれば、これを許した周りの人間も同罪じゃ。長いものにはまかれろ。その精神が、この国を少しずつ蝕んでおるのじゃぞ。さて、今日この話を聞いて、お主はどう思うかのう。怒るか、呆れるか、それとも諦めるか。いや、諦めてはならんのじゃ。よいか、若者よ。声を上げぬ者は、声を奪われる何となる。こういう一つ一つの不祥事に対し、我々がおかしいと声を上げ続けることこそが、政治の腐敗を食い止める唯一の力なのじゃ。お主の考え、
ぜひコメントという形でわしに聞かせてはくれぬか。賛成、反対、どちらでもよい。考えることをやめぬ限り、まだ希望はある。わしもすべて読ませてもらうぞ。わしの言葉が少しでも心に響いたなら、チャンネル登録と高評価というやつをして、また次の話も聞きに来るがよい。この国の行く末を共に見届けようではないか。さらばじゃ。